楽しかったですね、今思えば。そうですか。あの時はそれが普通でしたけど、引退したと思いますね。はい、そうですか。むしろ確かに引退するとそう思うのかもしれませんね。さあ、この人たちはおそらくそんなこと言ってらっしゃると思うんですが、優勝争いこうなってまして、この辺のような。昨日終わって1敗9勝1敗で青錦に琴恵光というか、青錦は9勝1敗ですから、今日勝って2桁10番ということになりますと大関復帰も叶うんですが、とにかくそれともに優勝争い受けちゃってますよね。場所前にこの右のふくらはぎをちょっと痛めまして、その辺の影響もあるのかもしれませんが、この192センチという長身、そしてがっぷり四つに組みますと力を発揮していきます。対するはベテラン阿炎が今日は初口、いわゆる一番最初の取り組みを初口と言いますが、幕内の初口で阿炎が登場という西の12枚目です。阿炎は5勝5敗。7月場所11日目、幕内の取り組みが始まります。木村庄三郎が合わせます。大青山も今日突っ張っていきましたが、うまく入れ替えた、送り出し、大青山の勝ちです。ちょっと阿炎は土俵際の詰めを怠ってしまったでしょうか。これで新入幕5勝6敗と黒星1つという形に詰めてきました。その辺見て解説していただきましょう。良かったし、前出てますね。はい、ここまで万全。バランス崩しましたね。でちょうど隠岐の海と剣翔がトップでね並ぶという状況だったんですが、さあ土俵に注目いたします。5勝5敗の朝紅龍と3勝7敗の千代翔馬という対戦です。朝3勝7敗と勝ち越しに向けてはもう後がありません。過去は3対2と朝紅龍がリードしています。弟の朝水龍が今場所は十両の東の筆頭、勝ち越せば新入幕という朝紅龍としてもなんとかここは勝ち越していきたいところです。引いてしまった、そこを出ました。押し倒しました朝紅龍、白星先行させました。6勝5敗と星が変わります。今場所初めて白星が先行しました。休場明けの朝紅龍です。いい相撲でしたね。いい相撲でしたね。千代翔というのがまだ先ということになるんですが、おつき引いてますね、やっぱりね。この右からのおつけ、で思わずこうちょっと引いてしまったんですかね。去年の春場所、朝乃山関は右差しに行く、一昨年ですね、失礼しました。右差しに行く一本ですからね。そうですね。思いっきりそれでいきますからね。武尊富士関はどうやって右を差させないで、どうやって上手を取らせないか、立ち合い注目ですね。木村朝之助はもう軍配を返しています。右が入った。しかし先に動いているのは武富士、寄り切り。勝ったのは武富士、9勝2敗としたのは武富士です。朝乃山は8勝3敗と星が変わります。作戦勝ちですね。その作戦をもう少しこう解説していただくと、この左で当たって、左上手取りに行ったんですよね。いたんですけど、立ち合いから左上手やりましょうか。ちょっとこれまず見てから。二章さんによります。まだか。随分いろんな角度から出てきますが。やはり好成績の獅子との対戦が組まれています。さあ終盤、今日から終盤に入りましたが、次第に、優勝争いというのも星の潰し合いという様相を呈してきています。さあ土俵上は若手同士です。この一番もまだ富士両側大いちょうを言えないんですが、今日なんかちょっと大いちょう気味の上げですね。これちっちゃな。
出るのはカズマですが、押し返す。地元愛知県は春日井市の出身です。大きな拍手歓声の中で藤亮が7勝目。カズマは残念ながら新入幕の場所負け越しとなってしまいました。我慢しましたね。ここですね、足がもっとかかりましたけどね。我慢しましたね。で我慢の後は今度は自分の押し。かかるんで、はい、あそこで一回残せるんで、あそこ我慢してよかったですね。そう、俵残りの力士はまだこれから、この後ですから琴恵峰と獅司、ここが対戦ということになるわけですが、さあ色が変わるのはどちらかという、そしてどのように結果1敗2敗変わるのか変わらないのか。さあ土俵上時間です。張り差しを狙っていきますローガ。すくい投げ、ローガの勝ち。この辺り大野勝、重さがないのが今場所です。力強いですね。力強かったですね。大野勝の方はやはりなかなか自分の相撲が取れないこの名古屋です。どこ怪我してるんですかね。左足首をね、痛めて休場してで先場所復帰してきたんですが、まだまだ万全じゃないみたいですね。左前まわしを取ることに徹した方がいいと思いますね。もっともっと、はい。でこの今の狼関が、張りましたけど、左の足を前に出すとガチガチしか言いようがないですよね。なんて言うんですかね。なんでしょう。分かるね、ガチガチというガチガチですよね。の若元春です。確かに若元春の場合はいかに左四つになるかというね、そういうことを考えての相撲というのが見てて分かるわけですが、若元春関はね、左四つだとピカイチですからね。ですから金峰山は右四つですから喧嘩四つの両者ということになります。過去は実は2回対戦すべて若元春が勝っています。ちょっと手を出していきました。左四つになりましたが、逆に振った軍配は若元春に上がりました。土俵際のこの振りもあります。逆転があります。物言いはつかないようです。若元春の勝ち。これ勝ち急ぎましたね、金峰山。この逆から見れば分かると思うんですけど、右も刺そうとしてるんですよ。なるほど、そうか。倒れる時も、右抱えてるんで、刺そうとしながら倒れてるんで、なるほど、左は刺さっちゃう。先場所もすごいですねの状況で、先場所もこの足同様に星もどんどん上がっていったわけです。すごいな。実は琴恵峰と剣翔って対戦なかったんですってね。ないんですよ。一度もなくて、すごいしこ踏みますね。今日はちょっと昨日よりも上がってる感じがします。すごい。昨日、おとといあたりはちょっとそうでもないかなという感じでしたが、いいですよね。何がいい自分のしたいことを思いっきりやってますよね。ということは今日は両方とも思い切りのいい相撲が今場所取れてるということですね。だと思いますね。過去は2対1で琴恵峰がリード。大体差し勝ってる琴恵峰です。もろ差しを狙っていきました琴恵峰。獅司は相変わらずの前傾姿勢ですが、それをさらに下から行こうという琴恵峰。上手を引いた。こうなると今場所の力強さが出るか。獅司も上手だ。どうだ。力の入れ合いで引き付け合いで寄っていった琴恵峰。残す獅司、琴恵峰のより残ります。残りました。好成績同士、期待通りの熱戦。ただがっぷりになると獅司が有利か、長身の獅司が有利か。がっぷりになっています。右四つ。琴恵峰としては頭の一つもつけたいところですが、引きつけて歩く。獅司が歩きます。獅司が引きつける。足がちょっと入った。引きつけ合い。大相撲だった。寄り倒し、獅司の勝ち。
琴恵峰負けて2敗。両者土俵下力を尽くしました。力が入る相撲。いやー、剣翔さん、いい相撲になりましたね。すごい力入りましたね。大丈夫ですかね。琴恵峰大丈夫か。ちょっと途中膝がパクンとなりまして心配しましたが、足は大丈夫でしょうか。いい相撲でした。いやー、いい相撲でした。新鋭同士力が入りました。ただこれでこの段階、現段階で1敗というのは青錦だけということになりました。身長もありますんで、はい、琴恵峰関はやっぱ伸びきっちゃうんで、より切ることができないんですよね。これ途中で上手切れませんかね、もうこうなると。いや、切れると思うんですけど、止まってれば、はい、止まって、ああそうか、途中で膝がちょっと入りかけましてびっくりしましたけれども、でも途中からも胸を合わせてからは、はい、琴恵峰関は前に出るのを諦めましたよね。ということは、じゃあ琴恵峰は前に出ずにどうありません。1勝を挙げたのは、武富士戦、好調武富士を破った相撲、いい相撲だったんですけどね。そうですね。前後がもう一つ元気がありません。元気ないですね。一方、藤青雲の方は5勝5敗、勝ち越しがかかるこの今日からの終盤戦です。幕内3場所目というこちらも新鋭藤青雲藤島部屋。この力士はいい相撲を取りますよね。右四つという型があります。春場所の対戦、寄り切りで藤青雲が勝ってます。右が覗いています藤青雲、ちょっと引いた、そこを出るのが御嶽海ですが、うまく回り込みます。今場所もう一つ押し切れないでいる御嶽海、右が入りました藤青雲、上手も欲しい藤青雲、形としては藤青雲止まってしまった御嶽海、頭をつけに行きます藤青雲、押っつけます。この押っつけもいい押っつけ、じりっじりっとじりっじりっと寄り切りました藤青雲の勝ち。いい押っつけですね。いい押っつけが出ました。6勝5敗、白星をまず先行させたこの終盤のスタートの11日目です。押っつけ効きましたね。効きましたね。藤青雲は失礼、御嶽海は1勝、下手を切って、ここで切ります。で押っつけていく。これ御嶽海関も、はい、四つではないんですけども、はい、右の下手を取ったら力を発揮するんですよね。どちらかというとね、右四つの方がという力士ですからね。もうその2年間はしんどかったんで、なるほど、本当にずっとやめたかったですね。はい、右膝の大怪我、左膝かの大怪我。そうですか。幕下落ちるまでは、ね、応援してくれる人もいますし、ね、そう言い続けてましたよね。幕下落ちるまでまだまだ元気ですね。正代元気ですね。今場所特にまた正代らしい相撲も随所に見られます。このところ連敗で正代4勝6敗です。前に出るのは朝白龍です。今日は何もできませんでした正代。朝白龍踏みとどまりました。4勝7敗、今数字がピッと赤く変わりましたが、4勝目を挙げた朝白龍、正代は7敗目を喫してしまいました。いい相撲ですね。この朝白龍という力士も右四つのいい四つの、いい時はまわしを取ってすごく力強いんですけどね、悪い時はなんかあんまり力入ってないような相撲を取りますよね。その辺がね、一つ課題になる。代わりに翔猿関お願いしますって言ったら、もう何も言わずにスッてきましたもんね。スピーチもしてもらってね、泣いてました。っていうか剣翔さんが話してて、翔猿の方が全然長いですね。さあ今日はたっぷり解説をしてくれるような相撲を取ってくれるでしょうか。対するは欧勝馬、過去3回対戦すべて翔猿が勝っています。まさに動き勝っての翔猿なんですが、幕内前半戦最後の取り組み、はたき込み、
落ちてしまった翔猿。この辺り今場所もう一つ翔猿らしい動き、そして粘りが見られません。残念ながら負け越しが決まってしまいました。ちょっと頭下げすぎましたね。勢いは良かったんですけどね。欧勝馬もはたいた後もう一回はたきましたもんね。はたいたって感じじゃないですね。首根っこ掴んでも下にグッと、押さえつけた感じですね。この辺りはレスリング経験も豊富に持っていて、レスリングでも活躍をした。そうですね。レスリングはもう首持って、首で押さえますからね。終わって、はい、土俵を直すじゃないですか。はい、下に4人座ってるんですよね。控え力士ですね。結構時間があるんで、はい、足固まるんですよ。はあ、なるほど。これみんな言ってますね。優に5分ぐらいはありますもんね。そうですね。でその2番前から座ってるんで、10分ぐらい座ってるんですよ。そうか。さあ土俵上、6勝4敗の大栄翔と7勝3敗勝ち越しがかかる錦富士です。今日錦富士は誕生日30歳になりました。変化に行きました錦富士。大栄翔、これは頭になかったか。頭にないですね。勝ち越しを決めた30歳です。記念の白星じゃないですか。そうですね。30歳の節目の当日に変化。なかなかこの錦富士ね、誕生日だからしたんでしょうかね。そんなわけないでしょうけど。です、この大栄翔関は、頭から来る時もありますし、手を出してくる時もあるので、今日手だけを出してきたらかぶりますよね。なるほど。その大栄翔関、この二方がもうダントツでいい筋肉って言ってましたね。さあ8勝2敗の高安、今日は勝ち越しをかける7勝3敗の白乃富士で、過去3対2と白乃富士の方がリードしています。この辺どの辺がポイントになってきますかね。これお互い左四つなので、そうですね、左四つになると思うんですけど、でも先に上手欲しいですよね、どちらとも。その辺が錦森勘太夫に変わりました。8勝2敗高安の11日目です。合うか、ちょっと合わないか。白乃富士が嫌いました。立ち合いが合わないとね、考えてしまうんですよね。確かに高安にはいろんな立ち合いがありますし、お互いに後から突きたいんでしょうね、今日は。そういうこともあるかもしれませんね。さあ仕切り直し、差し手争いから左四つ、やはり左四つになりました。そして白乃富士が上手、ポイントと話していた上手は白乃富士、先に攻めようという白乃富士ですが、下手投げ、上手を離さない白乃富士。白乃富士にとってはこれが生命線。それを切れてしまった。逆襲寄り切り、高安9勝目。白乃富士は今日の勝ち越しはなりません。西の3枚目、白乃富士も勝ち越して好成績で新三役を目指したいというこれからの終盤戦ですが、高安がその白乃富士を破りました。9勝2敗です。力強かったですね。先に動き始めるんですが、足蹴って振ってましたね。この後は右足良かったですけどね、頭つけたかったですね。この関はこれ蹴ったんですね。で蹴って出し投げに行こうとするんですが、高安関のこの半身がね、うまいんですよね。角度がこれ上手をうまく切ったんですよね。肩で上手を切ったところで勝負あったというね、相手と組まれていくかというところも優勝争い大切な大きなポイントになっていきます。さあ土俵上、今場所も大いに土俵を沸かしている藤ノ川が登場してきました。対戦相手はこの顔の平戸海です。今場所も藤ノ川沸かしてますね。そうですね、元気いいですね。元気いいですね。もう 100% 出してますよね。昨日あたりはちょっとお疲れかなというところも見られたんですが、やっぱ体小さいんでね。今日はどうか。と突っかけました。平戸海関も思いっきりきますからね。これ藤ノ川突っかけた後はちょっといろいろなことしてくるんですが、今日はどうか。
わざと突っかけてる可能性ありますね。ちょっと早すぎましたもんね。あ、でもまともにいきました。もろ差し、そしてすくいながら寄り切りました。藤野川の勝ち。今日はまともにいきました。この藤野川関の左入った時の、はい、この下手投げ、はい、すごいですよね。力強くて相手裏返りますもんね。大きい力士でも結構裏返りますよね。王鵬裏返しましたからね、すくい投げで。まあそのあたりでしたけど、熱海富士戦だったかな、突っかけたと思って早すぎたかなと思ったら次変化に行きましたが、今日はまともに行きました。立ち合いの差し方がいいですよね。下から行くんですよね。パーン。そうなんですよ、ね、そうですね、はい、すごい前に出るときはすごくいい相撲を取りますよね、はい、特に右の喉輪、そして右を覗かせて攻め立てる時の隆の勝、力強い相撲です。日目役力士の登場です。合わせる行司は木村寿之介に変わりました。行司も三役格。右が入りました。もろ差しになりました。寄り切りでした。一方的。やはり今日も王鵬は元気がありません。どこか痛めてるのか、顔をしかめましたね。どこ痛めてるんでしょう。隆の勝が5勝6敗、西の筆頭で右を差して、この右が入りますと強いんですよね。右の立ち合いの喉輪が効いてますよね。喉輪一発で相手が、はい、起こされて、てますからね。起こされて、はい、両方相手スパッと入りましたね。こう右の叩き、あとやっぱ勝ち方分かってますね。相撲の勝ち方が分かってるんで、はい、ここで体を入れ替えるとか、なるほど、ここではたけばとか、ここで刺せばっていうのがやっぱ分かってる力士だと思いますね。今日の対戦相手の美ノ海も日大出身ですから、はい、共に剣翔さんの後輩、はい、吉野富士からすると美ノ海は8年先輩ということになります。そんな違うんですね。そんな違うんですね。前回し取れない美ノ海、押し合いになりました。そして下手、これをうまく美ノ海が切る。この辺りは美ノ海の技術。攻めます美ノ海、右ははず、押し出しました美ノ海の勝ち。この辺りはうまさ勝ち、後輩を退けました。いい相撲ですね。いい相撲でした。力の入るいい相撲でした。4勝7敗、踏みとどまった美ノ海です。やっぱり美ノ海関が常に下にいましたね。下から立ち合い音が良かったです。左の前回しは取れませんでした。取れませんでしたけど、はい、前に出てますし、そうですね、お互いにこの右の下手をこう切れたんですね。はい、前に出てますけど、そうですね、やっぱ常に美ノ海関が下にいるんですよね。この押っつけと、そして右のはず、いい相撲ね。割とこうバーンと当たってくる押し相撲には若干弱いところはね、そうですね、起こされてしまいますもんね。一気に前に出られると、はい、豪ノ山関は思いっきりだって思いっきり前に出てほしいですね。その辺はまあ豪ノ山の真骨頂なわけです。さあ2桁10番の星がかかる今日11日目の青錦。手をついて豪ノ山の当たり、しかし捕まえている青錦、出しておいての寄り切り。青錦10番大関復帰を決めました。そして10勝1敗、優勝争いでも単独トップです。豪ノ山もいい当たりは見せましたけれども、左の前回しが早かった青錦、速い攻めで10勝目を手にしました。左前に早かったですね。早かったですね。
10勝目がかかる。豪ノ山も踏み込んでったんですけど、いや早いですね、反応が。は出してからすぐ前に出るっていうのも早いですね。い、ちょっとこれ曲げに手がかかりかけましたけれども、しかし本当に足の状態は決して万全ではないんですけれども、気持ち強いんですね。そうですね。10勝1敗、これで来場所大関復帰が叶います。そして青錦からするともうこれで強くなるか、もう安心して、うんね、どっちなのかって話ですよね。優勝経験も2回持ってますしね。そうですね。勝負強さも優勝のプレッシャーとかはないでしょうね。理解してきました。これ琴櫻としては嫌な平幕ですね。そうですね、強敵ですね。今強敵という言葉がありましたが、過去琴櫻8勝宇良6勝という拮抗した成績です。いやもうやりづらいんでしょうね。これだけ体格差違いますしね、身長差も違いますし、ただ琴櫻としてはカド番、横綱大関戦を前に平幕にはもう落とせません。手をついて突き落とし、琴櫻の勝ち。今日も受ける相撲ではありましたけれども、最後左からぐいっと、この辺りは今場所宇良がもう一つ元気がないということも影響したかもしれません。タイミング良かったですね。タイミングも良かったですね。この右の押っつけが効いてるんですね。琴櫻ね。右の押っつけがなければ、これも一の奥つけ、これ分かりますね。はい、分かりますね。あんなにひっくり返ることはないですね。なるほど。パッて右の力を抜いて左で突き落とすタイミングが良かったですね。こうしたうまさはあるんですけど、今日もでも結局受けてますもんね、琴櫻はね。もう最初から大関は前に出ることなく、右に、そうなんですよね。それから思い切ってまわしを引いてうわーっと投げに行ったりとか。一山大関は突き押しですし、前に出ますけど、はたきもありますし、左上手を取る相撲もあるんで、霧島関からしたら、何をしてくるか不安もあると思いますね。そんなこと考えても仕方ないんでね。もちろんそうですね。思いっきりいくしかないんですけどね。目の前で青錦が2桁10番に乗せました。賜杯を目指すためにも負けられない今日の一山本戦。張り差しを狙っていきました霧島、前に出ます。押し出しました霧島の勝ち。突きなし、勝って9勝2敗。いい相撲でしたね。全く隙なかったですね。右で張って左差して、肩から切り込んでますね。で途中から押しに変えて、いい相撲ですね。これがね、左で張って右だと、ただ一山本関は上手取りにいってるんですよ。なるほど。左を本人も今場所はとにかくまず15日間しっかりと土俵に上がること、そう口にしている大野里です。さあここで制限時間がいっぱいになりました。横綱と関脇の対戦です。関脇熱海富士は勝ち越しがかかります。いつものように目をつぶって気持ちを落ち着けた大野里。いつものように花道の奥にうなずきました熱海富士。四つは右の相四つです。この横綱の
立ち合いからの当たりを熱海富士止められるか。行司は式守伊之助です。引いてしまいました。熱海富士の勝ち。悪い癖が出ました横綱。当たって前に出ない、すぐにまともに引いてしまいました。熱海富士当たり勝ち、勝ち越しを決めました。大野里は6勝5敗と星が変わります。悪い癖出ましたね。悪い癖も出ましたし、それだけ熱海富士が良かったという。そうです、立ち合いがすごく良かったですね。角度も当たりの強さもすごい良かったですね。角度も、はい、熱海富士は肩なんですけど、はい、大野里関は胸なんですよ。はい、肩が胸に当たってるんで、はい、やっぱ横綱浮いちゃうんですよね。立ち合い浮いちゃってるんですよね。これ大野里左を固めていきましたから、はい、もろ差しを狙ったんですかね。もろ差しじゃないですね。ではないですか。はい、右を差させる。まあ本来でしたら横綱にやはり優勝争い、両横綱が今場所揃ったわけですから引っ張っていってほしかったんですが、そうですね。ちょっと元気ないですよね。そうですね。まあ特にこういう成績ですからそう見えますよね。そうですね。相撲でも見てても、はい、圧倒する相撲が少ないですよね、今場所。はい、気迫で圧倒するような、豊昇龍関の相撲が少ないですよね。まあそのあたり場所の途中からこの膝のテーピングも気になるところです。琴勝峰も三役の座、関脇の座、勝ち越しに向けて残りの相撲ということになります。張り差しから右が入って得意の形、しかし残した琴勝峰。琴勝峰が今度は上手、下手を離さない横綱。今度は左投げの打ち合い、上手投げ、豊昇龍の勝ちですが今日もかなり苦しみました。調子いい時の横綱でしたら、はい、1回目でも勝負ついてますよね。そうですよね。この辺りがやはり万全じゃないんだなという感じを表していますが、詰めも甘いですし、はい、体に力が入ってないですよね。辛くも勝ったという感じですよね。琴勝峰前戦も4勝7敗、苦しくなりました。さあ立ち合いから解説していただくと。立ち合いは良かったですよね。右スパンと入って、はい、やっぱ上手取る前に、はい、右差されて、浮かされましたよね。なかなか攻めきれないですもんね。はい、左上手取ってからも、はい、やっぱ攻めが、攻めきれないですよね。そうですね。力が相手に伝わってないですね。相当膝が悪いのか。いやそうかもしれませんね。気持ちの問題もあると思いますけど。はい、琴勝峰もよく頑張りましたね。はい、力は出し切ったんじゃないですかね。そうですね。力は出し切りましたね。まあ最後は横綱が気持ちで勝ったというところかもしれませんが、意地で勝ちましたね。こんな感じですね。確かに元気な時の豊昇龍だったらもう3回ぐらい勝ってますもんね。そうですね。今日の相撲だったら大西というのは過去2対1と琴勝峰の方がリードしてまして、これも明日ちょっと楽しみなところではあるんですが、さあ土俵上は結びの相撲を取った豊昇龍に代わる同じ立浪部屋上戸です。
火が打ち鳴らされて打ち出しは午後5時56分です。これで7月場所11日目すべての取り組みが終わりました。この後は今日解説の剣翔さんが選ぶ今日の一番をたっぷりと振り返っていきます。